こんばんは、もふもふ不動産のもふです。不動産投資家をやってます。今日はキャッシュフローのですね、計算方法と、あと、判断基準について、初心者向けに簡単に分かりやすく、解説します。自分は不動産投資家で、不動産投資を実際やってきてて、分かりやすく教えるってことを、YouTube だとか Twitter やブログとかで、解説しています。で、まず不動産投資のキャッシュフローっていうことなんですけれども、これ初心者向けに解説してるんですが、銀行から不動産投資始めるときにお金を借りて、で、不動産ですね、例えばマンション1棟とかを購入しますと。で、中に入居者さん住んでいただいて、それで入居者さんから家賃をいただくと。でその家賃で銀行に対して返済をして、さらにリフォームしたりだとか必要な経費を、支払うと。でそれに最後に手元に残る、これキャッシュフローって呼んでるんですけれども、これが不動産投資の仕組みですと。で今日はここのですね、一体その物件買ったらいくらお金が残るのっていうことについて解説します。でキャッシュフローってやっぱ一番重要で、不動産投資なんでやるかっていうと、お金持ちになりたいっていうのがあると思うんですよね。で、買ってすぐにお金が手元に残ると、そのお金でまた次の物件を買う、それが不動産投資の一番の魅力で、ここに手元にお金が残らないっていう物件を進めてくる業者もいるんですけれども、年金になるだとか保険になるとか節税になるとか言って、ここに手元に残らない物件を進めている方もいるんですけども、自分はそれをお勧めしてなくって、不動産投資しっかりいい物件を買えばいい条件で融資を引いて、しっかり、勉強して、物件は探さなきゃいけないんですけども、そうすればお金が残ると、それがすごい面白いところです。で、キャッシュフロー、今言ったように、手元に残るお金で、CF って言ったりしますね。クッションフロアも CF っていうんで英語人ですけども、キャッシュフローはCF どれぐらい出るの、その物件の CF とか言ったりしますね。やっぱ手元にお金が残るっていうことが、不動産投資重要ですと。なので、区分マンションとか儲からない物件を売りつける業者は、手元に物件お金残らないような条件でも、買わせたりするために保険ですよって言ってきたりすると。それいろんなところで僕注意はしてるんですけれども、で稀に上級者はキャッシュフローを気にしないで物件を買う場合もあるんですよね。それはちょっと融資が年数が短かったりだとか、資産性とかですね、転売目的とかでいろんな理由でそういう物件買うことあるんですけども、初心者の方はそんなに手元にお金残らないっていうのが一番返済ができなくって破産してしまうっていうリスクが一番高いので、やっぱ返済できてるうちは全然問題ないところなので、手元にお金が残るってことは重要だと思ってます。なので、今日キャッシュフローをですね、どうやって計算するのかっていうのを、しっかり勉強することで、とても今後物件を選ぶ基準になると思います。でキャッシュフローの計算方法は非常に単純で、家賃から返済ですね、銀行への返済と、あと必要な経費を引くと残ったものがキャッシュフロー、手元に残るお金っていうのですごい簡単です。ただこれだけなんですけれども、どれぐらいどういうところに気をつけなきゃいけないかだとか、簡単に見てると、騙されてしまったりだとか失敗してしまうってことがあるので、注意が必要ですと。でまず家賃の計算方法なんですけれども、家賃は最初収入ですね、いくら入ってくるかってことになるので、月々の家賃、レントロールっていうような家賃一覧表をもらったりとかして、そこからどれぐらいどの部屋からいくらの家賃もらうかっていうのが分かりますと。ただそれだとただ単に満室の、家賃だけとか現状家賃だけっていう風になっちゃうので、実際は空室率ですね、どれぐらい空室があるのかっていうのを考えて計算する場合が、多いです。満室の場合と、あと90% 入居している場合とか 80% 入居している場合とか、そのケースに分けてキャッシュフローどれぐらい空室が出ても、お金が残るかっていうのを計算するっていうのがよくあります。でどれぐらい見込めばいいかっていうと、やっぱその物件の立地とかによるんですよね。なので都心とかであればですぐ空室が生まれるような地域であれば 95% とかで見積もってもいいかもしれないですし、地方ですね、地方の田舎とかでなかなか入居者がつかないような地域であったりとかすると、それだと80% ぐらい見込まなきゃいけないかもしれないし、あとその付近の物件がどれぐらい入居しているかだとか実際見てもいいと思いますし、なんとかして、空室率を一番近い値を実際に見積もっておくっていうのがやっぱ重要ですと。
じゃあ具体的に100%空室率何パーって出すのは難しいので、ありとあらゆる方法ですね、いろんな不動産屋さんに聞いてみたりだとか、自分の足で稼いだりとか、付近で募集かかっている物件が何パーぐらい部屋が出てるかとか、いろんな方法があると思うので、いろんな方法を駆使して、見ますと。でそうなった時にどれぐらい、平均的に空室があるかっていうので、それに対してちゃんと手元にお金が残るかっていうのを出しておくと、それが非常に重要ですね。で、リスクを想定しておいて、常に満室であれば最高なんですけども、なかなか埋まらないっていう場合があるので、あとは初心者の場合は結構入居者つけるのがテクニックがなかったりとかするので、そういったところ自信がない場合は注意が必要です。で、家賃が見積もれたら次返済なんですけれども、返済については、家賃から、返済は、融資金額ですね、いくら融資しますかっていうのと、あと返済年数ですね、何年っていうのと、あと金利で、決まりますと。なので、それを、返済ローン電卓みたいなのがあるんで、それにネットとかで検索してもできるんですけれども、僕 iPhone アプリ使ってるんですが、それを使えば金額と返済年数と金利を入れれば、月々いくらですかっていうのが、ポッと出るっていうので、それで普通は計算しています。で、注意点としては返済期間ですね、借りる年数を長くすれば長くするほど、返済する金額が減るので、見せかけのキャッシュフローというのは増える傾向にありますと。なので返済をですね異常に先延ばししたりするようして、物件のですねキャッシュフローが出るように見せるっていうような場合があるので、そういった物件は、借金を先送りしている、返済を先送りしているだけの見せかけのキャッシュフローになってしまうので、注意が必要ですと。特に去年流行ったのは、築30年ぐらいですね。結構30年というのも古いんですけれども、築30年の物件に30年の融資引いて、利回り 10% ぐらいですかねの物件で、でも、キャッシュフローっていうのは出るように見えてしまうんで、そういった物件を30-30とか言ったりとか言って無理やり融資引いて物件買い付けるみたいな、買わせるみたいなことやってましたね。僕らであれば多分築30年であれば、地方であればRC とかでやっぱり 20% ぐらい欲しいなっていう、20%から 15% ぐらいですかね、 RC であれば必要なんですけども、鉄骨とかでもやっぱ30年利回り 10% とかで引いてるようなのがよくあったりとかしたので、そういうのは結構危険かなと思ってます。築30年になってくると配管やられたりとか外壁塗装必要になってきたりとか屋上防水必要になってきたりとかむっちゃ金かかるんで、ほぼ手残りないですよ、そういうのやっていくと、どころかむしろ手出しが必要になっちゃうっていうのがあるんで、そういう築30年とかに30年ですよ。もう返済終わる頃には築60年とかなってるんで、築60年の物件なんか見たことありますかね。もう40超えてる物件すらほとんどないと思うんですよね。周りにはなかなか見る機会ってそんなにはないと思うんで、そういう感じで築30年とかに30年の融資を引っ張って見せかけだけキャッシュフローが得られる、そういう物件に、キャッシュフローだけ見て、買ってしまわないようなのに気をつけなければいけないですと。あと経費なんですけれども、これブログとかに書いてあるんでブログの方、リンク貼っとくんで見てみてください。経費としてはちょっと小さいんですけど、管理費とかがだいたい 5% から 7% とか、清掃入れたりするともうちょっとかかったりする場合もあります。あと固定資産税ですね、それも物件によって大きく変わるんですけども、だいたい 5% から 10% ぐらいですね。都心で固定資産税評価高くって、さらにRC であったりとかするとすごい固定資産税高いですけども、築古の木造とかでほぼ建物の価値ゼロみたいなやつだと、土地だけになるんですごい安くなったりとか物件によりますと。あと電気代とか水道代ですね。あと浄化槽のメンテだとか定期検診みたいなのも必要ですし、あと火災保険ですねが必要ですと。地震保険入るんだったらもうちょっとかかるとか、あと退去が出た場合に広告費であったりだとか原状回復費っていうんで清掃したりだとか壁紙張り替えたりとか、エアコンとか給湯器変えたりとか、そういう費用ですねかかったりしますっていうんで、結構経費はかかります。
で大体その、管理費と固定資産税だけでも 15% ぐらいいくんで、あとは他にいろいろ電気代とか水道代とか、火災保険ですねとかいろいろ入れていくと結構 20% 超えてくるような場合が多いですので注意が必要で、さらに待機があったりするともっとお金がかかるんで、特にさっき出た築30年とかだとかなりいろんなとこが壊れてくるんで、耐久のたびにすごいリフォーム費用かかるみたいな感じになるんで、注意が必要です。新築であればほとんど、広告費ぐらいで済むんですけれども、なので、修繕費用がどれぐらいかかるかっていうのもその物件によって大きく変わる、ファミリーなのかワンルームなのかとかで変わるので、あと何年住んでるかとか、すでに現状回復済みで綺麗だったところに1年だけ住んで出る場合ってあんまいらないんですけども、できたばっかで30年間住み続けててその人が出た場合ってほぼフルリフォームになるので100万ぐらいかかったりとかするんですよね。なのでその程度によって大きく変わるんで、この辺見積もるのはちょっと注意が必要です。固定資産税とか電気代とか水道代は不動産屋さんに聞けば教えてくれるんで、それで、目安をつかんでおくっていうのが、重要になります。で、こうすることで、家賃と返済と経費っていうのを出すので、物件ごとですね自分が、買おうと思っている物件のキャッシュフローどれぐらいになるのっていうのを、まずは大まかにでもいいんで見てみてください。で、ほとんどの場合 1% とかマイナスになったりとかする物件がほとんどだと思うので、市場に出てる物件っていうのはなかなか買っても儲からないのが多いので、注意が必要ですと。区分マンションの方を45年融資引っ張ったりとかして無理やりキャッシュフロー出すみたいなのが今流行りつつありますね。でキャッシュフローの目安はどれぐらいなのっていうのがあるんですけれども、2017年時点、去年ですね、物件が高い高騰している地点では、物件の価格が違うのでキャッシュフローの金額だけ比較するっていうことが難しいので、1億円あたりいくらっていうふうに直したりだとか、物件価格の何パーセントっていうような言い方をしてます。でその基準で言うと大体1億円あたり200万ぐらいですね、物件価格の 2% ぐらいが、合格最低限必要っていうふうに、目安として必要っていうのを去年言われてました、一般的には。でただ、個人的な感想なんですけども、キャッシュフロー 2% だと、かなり経営っていうのはそんなに、楽ではなくって、特に地方の古いやつとかだと全然回んないっていうのがあるんで、注意が必要だと思ってます。で、自分としては物件価格の 3% ぐらいはないとかなり融資年数にもよるんですが厳しい経営になるっていうふうに考えてますので、目安としては1億あたり 2% とか 3% ぐらいは、必要だと思っていただければいいです。ただ融資期間が5年なのか10年なのかとか30年なのかとかで全然違うんで、融資期間30年で 2% とかだともう家賃っていうのはもうほぼ上がりようがないんで日本だと、そこ 2% をピークにどんどん下がっていくっていう風になるんで、それで30年耐えきれるかどうかっていうのはよく考えなきゃいけないですし、現金がものすごいあって、資産家で全然余裕だよって話だったら別に2% でも耐えれるですし、逆にお金が全然ないんだとしたらかなり厳しい戦いになるんじゃないのかなと。あと融資期間が10年ぐらいだったら、10年耐えればなんとかっていう考えもできるし、それも基準もやっぱ投資家個人個人ですね、経営方針として、自分自身の中で判断を持っていくっていうのは重要になります。なので、業者のいないになるっていうよりも、このぐらいの物件でこのぐらいの返済だったら、きっとできるだろうっていうような感じで、考えていって物件同士を同じ目線ですね、キャッシュフローで比較していく、そういうのがすごい重要になってきますね。で、仮にキャッシュフロー 2% で購入した場合なんですけれども、利回り 10% ぐらいであったとして、キャッシュフロー 2% でしたよっていった場合なんですが、仮に家賃が 10% 減少したら、それだけでキャッシュフローが 2% から 1% ぐらいに大体なってしまいますと。でさらに空室がさらに 10% 増えた場合にキャッシュフローはさらに 1% から0% 近くになってしまうっていうことがあるんで、その満室で、キャッシュフロー 2% だったとしても、家賃っていうのは地方だと特に下がりやすいですし、空室っていうのも地方だとやっぱ周りに 10% ぐらい下がったりっていうのをするんで、そういった場合はかなり注意が必要です。2% で買ってしまって、数年後にも全然手残りが残らないとか、あと
空室が増えてしまって、手残りが思ったように残らない、そういうパターンは本当によくあるんで注意が必要ですと。で、自分の実体験としては、地方だと GF2% とかっていうのはもうほぼダメですね。でこれは自分の、実体験なんですけれども、田舎で、新築ラッシュに巻き込まれましたっていうのがあって、最初は4.7 万とかで入居決まってたんですが、2年後には 3.9 万円になってしまいましたと。周りが大東とかいろんなとこが建てまくって、一気に、新築ラッシュで、僕築22年とか3年ぐらい持ってたんですが、やっぱもう絶対勝てなくって、新築には。でそれに新築に合わせて設備入れると数百万っていうか、すごいお金かかってしまうんで、とにかく家賃を下げてなんとか先に埋めるしかなかったので、それはすごい苦しい、新築が立ちまくると苦しい戦いになると。で、これ平均家賃ベースだと、4.8 万から、4.4 万ぐらいで4000円ぐらいしか払ってないんですが、その1部屋それは、十数部屋あったんで、1部屋抜けた1部屋入れ替わっても他の部屋はキープしてあるんで、そういったことはなかったですと。ここでガクッと下がってるのは、もともと建築当初は5万8000円とか6万近くで貸してたんで、その人が抜けるとガクッと平均が下がるみたいな感じになってて、かなり耐久があって、5万いくらで決まってたのが急に5万いくらの家賃の人が抜けて3万7000円の人が入るとかなると、かなり2万ぐらいダウンするんで、結構痛いですね。なので地方、これ2014年から16年ぐらい前に持ってたんですが、かなり大きな、家賃下落っていうのを見込まれてたんで、キャッシュフロー 2% ぐらいで考えている場合はかなり厳しいっていう戦いが、考えられます。なので、実際にキャッシュフロー自分で計算してみて、業者の言われるままではなくって、それで本当に経営できるのかどうかだとか、必要な経費がどれぐらいか、それを徐々に計算していって、物件ごとに比較していって、しっかりとした、経営ができる物件を探す、それが、自分がお勧めしている方法になります。はい。今日は以上です。いつも、見ていただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録ですね、あと高評価、コメントいただけると嬉しいです。あと、さっきのこのデータですね、コメント欄に貼っておきますんで、詳細、この物件どうやって買ったかとかっていうのを書いてるんで、よかったら見てみてください。LINE アットもやってますんで、もしよかったら見てください。どうもありがとうございました。